はデイ4からお届けでソウル駅からチョンジュに向かっていきます。コーヒーを買おうということでブルーボトルコーヒーに来たんですけれども、なんと全然日本の方が美味しかったです。スタバも韓国の方が美味しいと思ってたので、コーヒーは韓国の方が美味しいのかなと思っていたんですが、ブルーボトルは日本の勝利です。なんかこの駅フランスっぽくないですか？すごいフランスっぽいなと思っていたら KTX の見た目もすごいヨーロッパっぽい感じで、なんか台湾とかとは違う感じなんだなと思っていました。事前にネットで買っていたんですけれども、一回もQRコード確認されることがなくて、これは大丈夫なのかなと思いながら乗っていました。乗り心地は結構リクライニングもともとされてて良かったです。チョンジュに着きました。全然違う感じですね。ウーバーを捕まえてホテルの方にご飯を食べながら向かっていきたいと思います。このアーケードもなんだか懐かしい感じがしていいですね。韓国人だらけです。ほとんど外国人を見かけることはなかったです。すごい自分がすごく外国人になった気持ちです。最初はこちらにしました。ローカルな感じで全然英語も通じませんが、メニュー数が少ないのでなんとかなります。全部パンちゃんがついてきて、こんなについてきても無料。大好きなケランチムも来ました。はい、これが食べたかったんです。チョンズといえばビビンバの発祥の地ですよね。間違いなく人生一のビビンバでした。何がそんなに違うんだろうって感じですけど、かなり美味しかったです。最高でした。ビビンバを食べに来たので、もう旅の目的は達成って感じなんですけど、あと1回ぐらい食べたいと思います。こういう小さな可愛らしいお店がちらほらありました。今日のホテルはこちらで、すごい高い建物がこれしかないので、どこからでも見えて分かりやすかったです。まだチェックインができなかったので、荷物を預けて一旦散策していきたいと思います。この古い建物がすごい連なっていて、とても可愛いです。全部ハノクになってて、泊まれる施設になっています。ソウルのプクチョンハノクマルとは結構規模が違うって感じでした。ミュージアムがあったりとかもして、結構観光してる方が多いんですけど、とにかく韓国人の観光客が多い感じでした。ほとんど日本語を聞くこともないですし、白人さん黒人さんを見ることもかなり少なかったです。この通りがメインの通りになります。もう子供たちはこの水で水遊びしていましたよ。大人は残念ながら水遊びができないのでお茶を飲んでいきます。これも Google マップで見てすごい気になっていたお店です。床に座るスタイルのお店なので、苦手な人はちょっと大変だと思うんですけど、どうやってお茶を入れるかも見せてくれますし、お茶の種類も選べてすごく良かったです。すごい日焼けしてますね。肩が真っ赤になっています。涼しくて、この中はすごいやっぱり似てる感じなんですかね。日本を思い出すような田舎っぽい作りになっていて、すごく居心地が良かったです。こんな感じでお茶セットとお菓子を頼みました。お茶はこうやってかけて中に入れていいからねと言われて、こうやって熱いので立てかけながらお茶を入れます。このオレンジのみかんみたいなお菓子はかぼちゃのお菓子で、素朴な甘みでとても美味しかったです。お庭には猫ちゃんがいました。どっかの猫ちゃんなんでしょうか。全然こっち見てくれなかったです。こんな感じのお家です。もともとは一軒家だったのかなっていう感じですよね。素敵ですね。このお土産屋さんもすごく可愛くて、どれもすごくいい匂いだったのでサシェを自分用に購入しました。街中はこんな感じでビルが全然なくて、オリジナルの建物が多く残ってるのかなといった感じでした。トゥクトゥクみたいなのに乗ってる方もたくさんいらっしゃいました。街中散策すごい楽しいんですけど、日陰がゼロです。吸い込まれるようにこちらに入っていて、マンゴーのジュースを注文しました。全員 PNB の袋持ってるんかっていうぐらいオレンジの袋持ってる方が多かったです。教会を抜けた後また道を散策していきます。このショップすごい混み合っていたので入ってみました。韓国はお皿とかこういう小物関係がすごく可愛いですね。ホテルに戻ってきてチェックインをしようとなったんですが、見てください。どうなっているんでしょうか。ずっと立たされてチェックイン40分くらいかかりました。こちらがお部屋です。もちろん水回りはすごく綺麗ですし、シンプルなバスルームですごいお部屋も綺麗でした。サシェがプレゼントでついていました。
ホテルすごくいい匂いだったので持って帰ってきて自宅で使おうと思います。景色が綺麗です。いい天気だし、このハノックの景色が綺麗ですよね。夜がどうなるのか楽しみですね。すごいサンセットもすごい綺麗で、窓際に結構長いこといました。ディナーに向かっていきます。昼間混んでて買えなかった PNB に寄りたいと思います。7時くらいなんですけど、全然人がいなくなって歩きやすくなりますね。大通りに出ると結構空き家空きテナントが多いですね。PNB に戻ってきました。チョコパイ美味しいですよね。このチョコパイをお土産にしたいと思います。キャラメルのが美味しそうだったので初めて買ってみました。ココナッツケーキも美味しかったです。さあ最後の韓国のディナーはこちらに決めました。焼肉ですね。お隣のテーブルの方は5夜連続で来てるらしく、明日帰るから今日が最後だよと言っていました。とっても美味しかったです。何種類もお肉頼んで、ビール頼んだらなんと薬がついてきました。韓国って面白いですね。マッククス日本で食べた時嫌いだなと思ったんですけど、すんごい美味しかったです。変わりましたね。お腹いっぱい食べて夜のお散歩しながら帰ります。教会もライトアップされてると綺麗ですね。なんか昼間通った時に歌うの禁止みたいな看板が結構多かったので、こんなとこで歌わないだろうと思ってたんですけど、教会の前もこの橋も歌ってる人がすごいたくさんいて、このことだったのかと思いました。なんかお庭もすごく可愛らしいです。夜はこんな感じになっていました。お風呂上がりこのメロンお湯を飲んで寝ます。おはようございます。ホテルはこんな感じでした。チェックアウトして朝ごはんを食べに行きたいと思います。今日もいい天気です。例年5月はこんなに暑くないでしょうから、天気も良くてすごくいい時期なのかなと思いました。お花も綺麗ですし、バラが満開なのかなという感じで、どこもバラが綺麗でした。もちろん朝ごはんはビビンバです。こちらに決めました。店内はこんな感じで、朝ごはんの時は少し空いているのかなといった印象でした。店員さんは多かったので、お昼はすごいことになるんだと思います。今回はこのお肉が乗っているタイプを選んでみました。すぐ完食です。3階まで階段登ってきたのに、このカフェ開いていませんでした。もう駅に向かっていきます。駅せっかく綺麗なんですけど、ちょうど改修工事中で残念でした。待合室はこんな感じで、結構待合室はグローバルでした。このままソウルに戻っていきたいと思います。他人のコーヒーをかぶりまして、すごい臭いです。このリミテッドのやつ頼んでみたんですけど、とんでもない味でした皆さんは普通のを頼んでください。おもちゃが野蛮です。ロッテアウトレットは何も買うものがなかったです。初めてダイソーに行ったんですけど、すごい楽しくて、皆さんが行く理由が分かりました。さあ銀浦空港に向かっていきましょう。これ便利ですよね。初めて使ってみたんですけど、すごいゆっくりでびっくりしました。韓国8回目かなと思うんですけど、新しいことがまだまだあるもんですね。金浦駅に着いたらロッテマートに向かっていこうと思います。あんまり寄ったことなかったんですけど、結構大きいスーパーがあるというのを YouTube で見たので来てみました。最後の最後に何か買うものはあるかなということで散策していきたいと思います。ちょっと高いですね、当たり前ですけど。さあこの長いエスカレーターゾーンを越えて空港に入っていきたいと思います。銀浦はコンパクトで空いてていいですよね。やっぱインチョンよりも銀浦の方が好きなので、少し高くても銀浦を使いたいなという気持ちになってしまいます。いちごも飲みました。韓国の甘い牛乳シリーズ好きなんですよね。あっという間にセキュリティを終えてタックスリファウンドをして空港内をプラプラしました。スタバができたんですね。前なかったですよね。銀浦のラウンジ初めて行ってみました。こんなカップラーメンがあったら食べてしまいますよね。贅沢なもんですけど、ほとんどキャセ以外で食べることないんですけど、いっぱい食べました。牛肉のスープも美味しかったです。食べたことないカップラーメン見たらもうそれは食べちゃいますよね。
コーヒーマシンの横にバニラのシロップが置いてあって、さすが韓国だなといった感じでした。このカップラーメンも美味しかったです。まさかのディレイで日本に戻っていきます。次はいつ来れるかな。また行ったことないところへ行こうと思うので、計画が必要かなと思います。おすすめのエリアがあったら教えてください。後編も見ていただいてありがとうございました。